Hi besties! ギャル日本語のキティです。みんな元気ですか？最近はいかがお過ごしですか？キティは最近はね、前にポッドキャストでキティの住んでるところ全然秋来ないんだけどみたいなねことをお話ししてたと思うんだけど、やっとキティの住む場所にも街にも秋がやってきまして、最近はねもうすごく涼しくもなってきて、やっとキティの大好きな秋のファッションを楽しむことができてますあとは毎回みんなからのあったかいコメントとかいいねとか、あとはチャンネル登録とか、あとはみんなが見てくれてるだけでも本当に嬉しくって、それで毎日ハッピーに過ごしてます。みんなありがとうございます。さあ、しかもなんかみんながねめっちゃ本当に日本語のお勉強超頑張ってるから、それにキティもね影響を受けて、みんなが頑張ってるから、キティもちゃんと英語の勉強頑張んなきゃなと思って、そう最近はさらに英語の勉強のモチベも上がってきて、みんなが頑張ってるから頑張ろうみたいな感じで、なんか一人で頑張ってる時よりもめっちゃ勉強を頑張れるモチベが続いております。はい、ではね、今から今日のポッドキャストのテーマに移っていきたいんだけど、そのテーマに移る前にみんなに言いたいんだけど、今日のポッドキャストは長くなりそうですっていうのも、今回のねテーマについてちょっとキティがね話したいことが多すぎて、多分長くなるだろうなって思うから、みんながね飽きちゃわないようにちゃんと話を面白く話せるように頑張りたいと思いますので、みんな最後までぜひぜひ聞いてくれたら嬉しいです。では行きましょう、今日のポッドキャストにはい、ではね今日のポッドキャストのテーマなんですけど、今日のポッドキャストのテーマは日本の女の子が前髪に命をかけてるわけです今日はそのテーマについてお話ししていきたいと思います。そう、前髪です、今日のテーマは。そうで、まずみんなが思う日本の女の子、日本のね女性全部かな、どの年代の女性も多分全部そうなんだけど、みんなが思うその日本の女性の特徴は何でしょうか？そう、前髪がある人が多いことですさあ、で今回ね、なんでこのテーマにしたかっていうと、キティが英語をね勉強してる中で、そのキティもただ単に英語を勉強するだけではつまんないから、いろんなねその面白さとかエンタメ性を加えて英語を教えてくれてるような YouTuber さんをね結構見てるんだけど、そのね YouTuber さんたち、日本人に主にね英語をそういう風にエンタメ性を加えて教えてくれてるような、YouTuber さんとかって日本と海外をどっちともね経験してる人が多くって、結構みんなそのコンテンツとして日本と海外の比較動画をね上げてる方が多くって、それの比較動画を通して、英語もね一緒に楽しく学べるみたいな感じのねコンテンツを出してくれてる人が多いんだけど、そのコンテンツの中で結構多かったテーマとか多かった比較が日本の女の人の前髪と海外の女の人の前髪の比較で、日本の女の子はめっちゃ前髪があって、海外の女の人は前髪がない、作ってない人が多いっていうのを結構いろんなその YouTuber さん、その比較を出してる YouTuber の方が言ってて、これ超面白いじゃんと思ってだってキティからしたらもう前髪があることが当たり前の文化だったし、まだねキティはあまり海外に住んだりとかはしたことないから、めっちゃ面白いじゃん確かにみたいな、
でキティもねいろんなね海外の YouTuber の女の人とかも見るの好きだし、そうだから確かにみたいな、そうだな、キティが見てる海外の女の子とかもうキティが推してる海外の女の子とかもみんな前髪ないじゃんみたいな、結構ないかもと思って、そう面白いと思ってこのテーマを選んだんだけど、さらにねそれに加えて日本のね女の子はね前髪にね本当に命かけてるから、それの理由がみんな気になるかなと思って、面白いかなと思って今回はこのテーマにしてみました。では今からキティと一緒にそれを徹底的に、日本の女の子が前髪に命をかけてるわけを徹底的に深掘っていきましょうじゃあまず最初に、なんで日本の女の子、女性が前髪がね作ってる人が多いのかから検証していきましょうそう、日本はね本当にそう、確かに言われてみれば本当に前髪を作ってる人が多いし、女の子だけじゃなくってどの年代の女性も前髪がある人が多くって、普通にキティのママの世代の人とかもみんな前髪があるし、ある人が多いし、おばあちゃんくらいになってきたらちょっとね別にこうふわっと後ろにねしてる人も多いから、おばあちゃん世代ちょっと少なくなるかもしれないけど、全体的に前髪を作ってる女の人が多いんだけど、そのね理由をね考えてみて、キティ的に4つ理由があるなって思ったから、1個ずつその訳を1個ずつねちょっと言っていくね。まず1個目はシンプルに遺伝かなって思ってて、日本って結構遺伝子的にアジア人なのもあるしっていうので直毛が多い、生まれつき直毛のストレートな髪の人が多くって、だからその前髪を切っても前髪が落ち着いてちゃんとあるというか、前髪をこう作りやすい、ちゃんと形にしやすいって感じだから前髪を作ってる人が多いのかなって思いました。もちろん直毛が多いとはゆえど癖毛のクリンクリンってしたね可愛い髪の生まれつきね、そういう可愛い髪の子もたくさんいるし、直毛だけどちょっとはうねったりとかちょっとは何かね癖はある人が多いと思うから、完璧にねその生まれた時からめっちゃまっすぐでめちゃくちゃまっすぐなんですみたいな、人もいるかもしれないけどそんな感じだから、そういうねうねりとかあとは天然パーマとかを持っている子はストレートパーマもかける人が多くって、ストパーね、それで前髪を作りやすくしてるって人もいます。で2つ目はこれが大きな理由じゃないってみんなね思ってるかもしれないんだけど、可愛い文化だからですかねやっぱり日本は可愛いものが好きで、男の人も女の人も可愛いもの、可愛い人が好きだから、やっぱ日本はねアイドル文化、アイドルもねたくさん売れてるし流行ってるし、そのねみんなが大好きなアイドルの女の子たちも大体前髪があるし、アニメの女の子も前髪がある子が多かったり、可愛い雰囲気とか可愛い子が多いだけど、そんな感じで可愛いが好きだからっていう文化が2個目の理由かなって思います。だからその前髪を作ったら可愛く見えるし幼く見えるしみたいな、そう幼いっていうのもこう日本は結構キティの感覚なんだけど、こう若く見られることが嬉しいとか若く見られたいって思う人が結構多い気がします。どうですか？これねキティ個人的にめっちゃ気になるんだけど、みんなの国ではどんな感じですか？幼く見られたい、若く見られたいのか、大人っぽく見られたいのか、年よりも上に見られたいのか、どんな感覚ですか？みんなの国では。ぜひコメント欄で教えてください。で3つ目の
理由は、これもさっきキティがね、英語学習の中で参考にしてる YouTuber さんとかが、その比較動画で上げてたやつから、キティも、あ、そうなんだって思ったやつなんだけど、日本はなんか美容師さんの腕がめっちゃいいらしくって、それで前髪を作りやすかったり、好きな前髪にしてもらえる確率が高いから、前髪を作ってる人が多いのかなって思ったので、3つ目の理由は美容師さんかなと思います。みんなね、その自分の好きな、自分のしたい前髪の画像をね、美容師さんに見せて、この前髪にしたいですとかって言ったら、大体してくれると思うんだよね。だからすごい技術が高いのかなって思ったのも3つ目の理由です。そうだからかなと思って。で、4つ目はやっぱり、1個目の前髪作りやすい髪質、2個目の可愛い文化、3つ目の美容師さんで、全部掛け合わさったのが4つ目の原因かなと思うんだけど、4つ目は小さい時からやっぱり前髪をママに作ってもらってたって感じだからかなと思ってて、ちっちゃい時から前髪をね、ずっとママとか、美容師さんとかに切って、前髪がね、ちっちゃい時から切ってもらってて、前髪がね、ちっちゃい時からずっとあるみたいな感じなのね、みんな。だいたい特に最近だとオンマユっていう眉毛の上でパッツンで切ってるような前髪のちっちゃい子がめっちゃいるんだけど、日本にね、そんな感じでそれが流行ってるし、前髪がね、ずっとちっちゃい時からあるから、それが当たり前の感覚ではないけど、前髪がある自分が当たり前で、あとね、で例えばそれがだんだんさ、十何歳とかになっても、今度は2番目の理由の可愛いカルチャーがあるから、可愛くいたいっていうのとかで、別に前髪を伸ばすこともなく、ずっと前髪がある状態で、そのままずっとね、大人になってもずっと前髪を作ってるっていう感じなのかなと思います。小さい時からの当たり前の認識と文化の背景が4つ目かなって、思います。そんな感じで、この4つぐらいが主に前髪がね、ある子が多い、ある人が多い理由かなって思うんだけど、じゃあ次はギャル日本語なので、じゃあ日本のギャルはどんな前髪なのっていうことをね、今からお話ししていきたいと思うんだけど、これはね、完全にキティのね、個人的な感覚にもなっちゃうけど、こうかなと思うんだけど、ギャルは前髪がね、ない子が多いです。もちろんある人もたくさんいるし、みんながないってわけじゃないんだけど、多分ない子が多いと思う。で、キティも今は作ってなくって、ここまで前髪を伸ばしてます。で、これがなんでかっていうと、これがちょっとね、ギャルの面白いところかなと思うんだけど、ギャルは日本の美の基準、つまり日本のビューティースタンダードである可愛いにとらわれずに生きてる子が多くって、でギャルはどちらかというと綺麗とか大人っぽいとかかっこいいとかセクシーとか、そっちの方が好きな子が多いと思ってて、もう完全にこれキティの感覚なんだけど、だからキティ的には日本のギャルのマインドって海外の女の子と似てると思ってて、キティから見たら結構フィリピンの女の子とかインドネシアの女の子とかタイの女の子とかアメリカのね、女の子とかは結構すごいバイブスにでねみたいなそう結構ギャルっぽくて通じるものがあるっていうか、結構そんな感じで、自分の好きなファッションをしたりとか、可愛いにじゃなくってもっと綺麗とかそっちよりかなって思ってて、これがでもファッションの感じとかにも出てるかなって思うんだけど、そんな感じで、またちょっと日本の可愛い文化とは違う文化、ギャル文化で生きてるまたね、ギャルの詳しいお話はね、みんなギャルの
こと気になるとか、ギャルのことがもっと知りたいって言ってくれる方もたくさんいるので、出したいな、そういうポッドキャストも出せれたらいいなと思うんだけど、そんな感じで、だからこそもちろんね、姫ギャルとかアマギャルとか、ギャルにも何種類がたくさんあって、そういう子たちは結構可愛い寄りではあるけど、別にその可愛いがその日本のそのビューティースタンダードに近づけたい可愛さではなかったりとかして、またこれもね面白いから、また何か動画にできたらいいなって思います。そんな感じですそうだからね、そうこれも言いたい。だからね、ギャルモテないですよ日本でそうモテないんだよ。やっぱり逆にその日本の中だとちょっと怖いとかそういう風に思われがちではあるやっぱ可愛いからちょっとね離れてるからかな。そんな感じ。はい、それがギャルの前髪事情でした。じゃあね、今から今日のテーマの日本の女の子が前髪に命をかけてるわけについて答えを出していきたいんだけど、じゃあまずキティもね前髪に命をかけてた時代があって、それキティはもう今はないんだけど、もちろんその学生の時とかはやっぱり可愛いカルチャーじゃん日本って。だから可愛くいたいっていうのはやっぱりあったし、ギャルになる前はすごいその可愛くいたい、可愛く見られたいとか、もちろんね好き人とかいたらなんかどうしても可愛く見られたいとか、可愛いって言ってほしいとか、そういうのとか、例えばスキピー、その時のキニピーとかがなんかこう好きなアイドルの女の子が前髪があったらもうその女の子と同じ前髪にするとかね、そんな感じで頑張ってた学生時代があって、その時は本当に命かけてたんだけど、で今もねずっと前髪がないわけじゃなくって、前髪がある時期もあるから、その時にキティがねどんな感覚なのかっていうと、命をかけてる感覚はねどんな感じなのって感じなんだけど、本当無意識というか、無意識にその今さっき言ったような前髪がある理由の中でね言ったような可愛い文化というか、その無意識にねもう可愛くいたい、漏れてたい、前髪が終わったらもう一日中バッと入るみたいな感じでなるって感じが、その無意識の感覚でもうそうやって前髪に命かけてるんだけど、これだとね答えが無意識ですみたいな感じになるから、みんなからすると腑に落ちないというか、結局なんでなのかなってなると思うから、前髪に命かけてるわけがね。だからちゃんと背景、その無意識の気持ちの背景はなんでなんだろうなっていうのをキティなりに調べたりとかして考えたりとかしてみたので、それを今から言うんだけど、日本にはこういう言葉があって、髪は女の命っていう言葉があるのね。でこの言葉がどこからやってきたのかっていうと、これキティね学校の授業でも習ったことあるんだけど、日本はその昔、すごいだいぶ昔に女の人の美人の象徴が髪だったのね。長くって黒くて長くてまっすぐのもう綺麗な、すごい長いの、もうめちゃくちゃ長い髪で、そのね長くて黒くて美しい髪が美人の象徴だったのね。だからその髪への美意識がやっぱりすんごい昔から日本には根付いてて、特に女の人の髪の美意識が。だからそれから多分この言葉が来てるって言われてて、髪は女の命っていう、美人の象徴だから、昔だとそれがモテることにつながるから、やっぱりねこういい生活ができるではないけど、そんな感じの歴史的な背景があった上での髪は女の命っていう言葉があって、でそれと多分その今の日本の可愛い文化、可愛い方がモテる文化とか、可愛いものが正義のこの文化が合わさってて、みんなの中で
日本の特にね若い世代の女の子はさ、どうしても他人から見られた自分をさやっぱり気にしちゃうじゃん。キティも全然今でも気にしちゃうし、人からねどう見られてるとかそういうのをやっぱり気にしちゃうじゃん、若い世代はね。気にしないようにはしたいけどね、自分さえ漏れてたらそれでいいじゃんって思いたいから、それがねまたギャルマインドとつながってくるんだけどそれは置いといて、そんな感じでその歴史的にずっと髪が綺麗な方が、美しい髪がいいとされてきた文化と可愛いカルチャーが合わさっての、無意識の漏れたい前髪がなんか綺麗だったら漏れるみたいな、髪が綺麗でいたいっていうのから、日本の女の子は前髪に命をかけてますっていうことですこれが今日のテーマの答えです。どうでしたかみんな。わかりやすかった？今日はねキティ自信ないですね言いたいことはたくさんあったし、伝えたいこともねたくさんあるんだけど、自分がさ子供の頃からその無意識に思ってて無意識に行動してるような文化というか、その前髪にね命をかけるっていうこの行動をね言葉に表すのがすごく難しいなってことに今日めっちゃそれをひしひしと感じてるんだけど、みんなが今日のポッドキャスト面白かったとか楽しかったとか思ってくれてたら嬉しいです。本当にここまでお付き合いくださり本当にありがとうございます。本当にねいつものポッドキャストよりだいぶ長くなっちゃったと思うんだけど、今日は日本の女の子が前髪に命をかけてるわけについてお話ししてみました。本当にここまで見てくれてありがとうございます。本当ねみんなすごいここまで見てくれたのありがとうね本当に。はい、ではねまた次の動画でお会いしましょう。またねキティ今はねポッドキャストだけを上げてるんだけど Vlog にもすごく興味があって、Vlog もね上げていきたいと思うんだけど、Vlog は結構やっぱりギャル日本語だし、コメント欄とかでもみんなギャルの文化もっと知りたいですとか、ギャルの話し方してみたいとか、ギャルについて興味がありますって言ってくれる方とかがすごくいるから、Vlog では 100% ギャルのキティというかタメ口だから、本当にお友達と話すような感じで100% のラフな感じのキティでお話ししてきたらいいなと思ってて、そういう Vlog にしたいなと思ってて、ポッドキャストとはまたちょっと違った感じ。ポッドキャストは敬語とタメ口を交えて喋ってる、ちょっとだけ真面目ちゃんモードの真面目ちゃんギャルみたいな感じでやってるんだけど、本当にお友達みたいに普通に話したいから、本当に友達と喋るときはさみんな敬語使わないじゃん。だからそんな感じで話せたらいいなと思って、で、購入品紹介とか、キティめっちゃ田舎に住んでるから田舎の Vlog とか、あとはねいろんな面白いことをね全部タメ口で、あとはクイズとかも日本語クイズとかも交えながらやるような Vlog をね撮っていきたいなと思うんですけど、みんなどう思いますかみんながねそういう Vlog 見たいって言ってくれたらやろっかなはい、ではそんな感じで、今日のポッドキャストもここまで見てくれてありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。